今日はコットンタイム2026年7月号に掲載されているゼロウエストのドロストジャンパースカートの作り方をご紹介します。型紙を使わず立ち方図を見ながら布に直接線を引いて裁断していきます。材料を確認します。生地は105センチ幅の綿もしくはリネンを197センチ準備してください。こちらはアウトドア用のゴムロープ。ウエストベルトにギャザーを寄せるために使いますので、伸縮性のあるものを選んでください。ゴムを通すのにはハトメを使ってください。脇に2箇所ずつ使いますが、ボタンホールで代用していただいても構いません。コードストッパーは穴が2つあるものを選んでください。最後にウエストベルトの前の部分に入れるアヤテープを 38mm の幅で準備してください。伸びないものであれば既存の歯切れで代用していただいても構いません。作業を始める前に布を台の上に広げてアイロンで地直ししてください。地直しをするときは布目方向に水平、垂直にアイロンを滑らせてください。購入してきた生地は必ずしも立ち合わせ図の寸法通りではないので、ここで生地の幅を調整しています。型紙を作らず、立ち合わせ図の数字をそのまま布に書き写して裁断します。寸法には縫い代がすべて含まれています。生地の上にレイアウト図をすべて書いてから裁断に入ってもいいですが、私は線を引きながらその都度裁断していきます。そうすることで布が、どんどん小さいサイズになり、さばきやすくなるからです。今回のパターンの場合、まず44センチのところで布を切り分けて、スカート部分と上身頃の部分に分けて作業をしました。慎重にされたい方は製図が全部終わった段階で裁断をすると間違いがないかと思います。今回裁断したパターンは肩紐が4本、前当て布が表と裏の2枚、ポケットの見返しが2枚、ウエストベルトが1本、ポケットが右と左の2枚、前スカートが1枚、後ろスカートが1枚、前スカートとは方向が逆になっています。今回は土に帰るリオセルのミシン糸を使っていきたいと思います。はい、まずは肩紐を縫っていきます。肩紐を2枚中表に合わせて返し口を残して縫っていきます。縫い代は今回指定する部分以外はすべて1センチ縫い代込みとなっています。肩紐を表に返す前に縫い代の角をハサミでカットしておくと、綺麗に角が出るかと思います。肩紐が少し長いですので菜箸を使って表に返しています。目打ちで優しく角を出しましょう。綺麗にアイロンができたら上からステッチをかけていきます。1mm もしくは 2mm でステッチをかけてください。肩紐ができたら前当てに 5mm の位置で仮留めをしておきます。この時、前当ての縫い代分の1センチは開けるようにしてください。左と
真ん中の合い印で合わせて、前当てを中表に合わせて、肩紐は、縫い込まないように中の方に入れておきます。そしたら下側の辺を残して3辺を縫い代1センチで縫っていきます。こちらの辺は肩紐が挟まっている辺です。前当て、肩紐、前当ての順に重ねて縫っています。胸当てが縫えたら紐を引っ張って表に返します。表に返したら端から 0.1mm もしくは 0.2mm のところにステッチをかけて押さえていきます。はい、ステッチが縫えました。下側はスカートのウエストベルトにつながっていくので、中央に合い印を入れておくようにしてください。ではポケットを縫っていきます。ポケットの見返し口は、片側を縫い代1センチで、裏側に折り込んでおきます。中表に、ポケットと合わせてください。そしてこれを縫い代1センチで縫っていくんですが、最後まで縫わずにポケットの空き止まりを、印打っておきます。ウエストから空き止まりまで、ミシンで縫っていきます。最後まで縫わずに下から1センチのところが合い印になっていますので、そこまで縫っていきます。空き止まりまで縫えたら縫い代に切り込みを2枚一緒に入れます。見返しを反対側に倒して反対側の端をステッチで留めていきます。ウエストの立ち端から5センチ下のところに位置合わせをして、これを上から叩きつけていきます。1mm もしくは 2mm のステッチで前スカートにポケットを叩きつけていきます。反対側も同様に叩きつけていきます。ポケットを縫い合わせたら、次に前スカートに胸当てを仮留めします。前スカートの裏と胸当ての裏同士を合わせて 5mm のところで仮留めをします。それが終わったら、前スカートと後ろスカートを縫い合わせてロックミシンで縫い代をかがります。では次にウエストベルトにハトメの穴を開けていきましょう。ハトメがない方はボタンホールで代用してください。ウエストベルトは片側の辺を縫い代1センチでアイロンで折っておきます。そしてスカートのウエスト寸法と同寸になるように輪にして縫い留めます。後ろ中心と左脇、前中心、右脇で位置合わせをしていきます。前中心には
胸当てが挟まっています。ウエストベルト、胸当て、前スカートという順番に挟んでください。それではウエストベルトを縫い代1センチでスカートに縫い合わせていきます。次にウエストベルトの中に通す芯を作ります。この芯を通すことで前側の、ウエスト部分にギャザーが寄ってしまうことを防ぎます。30センチのテープにアウトドア用ゴムを一方だけ取り付けてください。もう一方はウエストベルトに実際に通してから縫い付けていきます。ゴムは先ほど取り付けたハトメを通していきます。一方のハトメの穴にゴムを通したら、次にコードストッパーの穴を2つ通します。それからもう一方のハトメの穴に通してぐるっと一周して、反対側の脇も同じようにゴムを通します。最後の穴に通し終えたら、このゴムの先を先ほどのテープの反対側の端につけて縫います。少しギャザーが寄った状態でウエストベルトが縫いにくい状態になっているんですが、ウエストベルトを平らに伸ばした状態でミシンを通していきます。縫いながら、ギャザーが寄ってくると思うので、ギャザーはできるだけ奥の方に逃がして、ミシンを通している部分は極力フラットな状態にしてミシンを通していきます。ウエストの下側が縫えましたら、次は、生地端折り山のところをステッチしていきます。胸当てのところまで来ました。胸当てのところもそのまま上に乗っかってステッチをかけていきます。はい、ウエストがつきましたら、ここで一旦試着をしてスカートの長さを確認してください。本では1センチと10センチの三つ折りと書いてありますが、少し長いなと感じる方は少し深めに折り上げてください。では仕上げに裾をステッチしていきます。
一周ステッチができました。次に肩紐の端にボタンホールを3箇所ずつ作ります。そして肩紐を背中側で交差させてウエストベルトの所定の位置にボタンをつけて留めればサスペンダーの仕上がりになります。はい、完成しました。ウエストのドロスト仕様でフィット感をご自身の好みに調整できるのが嬉しいポイントです。最後までご覧いただきありがとうございました。このエプロンは大きなポケットがお気に入りのポイントです。右側のポケットにはコットンタイムの雑誌が入ります。そして左側のポケットにももう一冊本が入っちゃいます。今回のドロストジャンパースカートもぜひ作ってみてください。ゼロウエストの大人服、歯切れを出さないソーイング、日本文具社から好評発売中です。ぜひこちらもご覧ください。作り方に関する動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録してください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。